今日は心の病と診断や治療について最新の考え方を分かりやすく話します。うつや統合失調症という言葉は単なる気分の揺れだけではなく、脳の働きや環境、社会の影響が絡み合って起こります。まずは全体像を支える生物心理社会モデルから始めます。このモデルは遺伝的素因、脳内の化学変化、個人の心理経験、そして社会的ストレスや支援の有無という4つの層で心の病を説明します。例えば統合失調症の場合、遺伝子レベルではドーパミン系の過剰活動が指摘されています。胎児期の栄養不足や母体感染、父親年齢の上昇といった環境要因もリスクを高めます。さらに、家族関係の緊張や社会的孤立といった心理、社会要因が症状の出現や再発に大きく影響します。こうした多面的な視点は、単一の原因に絞る古い考え方とは対照的であり、治療や支援の設計にも深い示唆を与えてくれます。次に診断の土台となる最新版の精神障害診断マニュアルについて触れます。このマニュアルは従来のカテゴリー分けを超えて、症候群スペクトラムという概念を導入しています。例えば統合失調症は、かつては破壊型や緊張型といったサブタイプがありましたが、現在は症状の重さや機能障害の程度に応じて連続的に評価されます。気分障害では季節性パターンや産後の情動変化が明確に区別され、診断の精度が向上しました。これにより、医師は患者一人一人の状態をささやかに捉え、適切な介入を選べるようになります。ここで、心理学者アン・M・クリングの研究成果も紹介します。クリングは感情の表出と認知の関係を中心に、統合失調症における感情平坦化や誤認知のメカニズムを解明しました。彼女の著書、異常心理学では、感情情報処理の障害が社会機能不全につながることを示し、感情認識訓練や対人スキルの向上が有効だと提唱しています。薬だけでなく、患者自身が感情を理解し表現できるようになることが長期的な回復に不可欠だと示唆しています。次に神経伝達物質、ドーパミンとセロトニンに焦点を当てます。ドーパミンは報酬系や運動制御に関わり、統合失調症の幻覚や妄想はこの系統の過剰刺激で起こります。画像研究ではガワスは核のドーパミン放出が過剰であることが確認され、向精神病薬の標的となっています。一方、セロトニンは感情調整や睡眠、食欲に深く関わり、うつや双極性障害の気分変動に影響します。昔はセロトニン不足とだけ説明されましたが、最新の研究では他の神経伝達系と相互作用し、複数の経路が障害をもたらすことが分かっています。そのため、治療薬はドーパミン受容体拮抗薬とセロトニン再取り込み阻害薬を組み合わせ、症状全体をバランスよくコントロールします。具体的な治療法として、認知行動療法と薬物療法の統合アプローチを紹介します。認知行動療法は、歪んだ思考や行動習慣を検証し、現実的で建設的な代替策を身につけさせる手法です。例えば、自分は価値がないという固定観念にとらわれた場合、セラピストと共に根拠を検証し、成功体験を通じて自己評価を徐々に修正します。薬物療法はドーパミン受容体拮抗薬やセロトニン再取り込み阻害薬が中心で、急性期の症状緩和に効果があります。研究では、認知行動療法と薬物療法を同時に行うと再発率が単独治療に比べて大幅に低下し、長期的な機能回復が促進されることが示されています。特に双極性障害では、気分安定薬と認知行動療法の併用が躁状態と抑うつ状態の予防に重要です。しかし、治療が進む一方でスティグマという壁が残ります。スティグマは精神疾患を持つ人への偏見や差別、そして本人が抱く自己否定感です。診断を受けた瞬間から就職や住居、保険加入といった生活のあらゆる場面で不利益が生じ、治療へのアクセスが阻まれます。例えば統合失調症患者の約4割が仕事を辞めざるを得ないと答えており、
社会的排除が症状悪化を招く負けの連鎖を作ります。そこで注目されているのが回復モデルです。回復モデルは症状を消すだけでなく、患者が人生に意味と希望を見出し、社会参加を実現できるよう支援します。具体的にはピアサポートグループや自己管理プログラム、就労支援サービスがあります。日本でも地域生活支援センターがピアサポーターを配置し、利用者が同じ経験を持つ仲間と情報交換できる場を提供しています。これにより自己効力感が高まり、再発リスクが低減すると報告されています。最後に日本の精神保健政策の現状と課題をまとめます。厚生労働省は精神障害者の社会復帰を促進するため、障害者総合支援法や精神保健福祉法の改正を進めています。地域包括ケアシステムの中に精神科医、臨床心理士、ソーシャルワーカーが連携し、早期介入と継続的なフォローアップを行う体制を整備しています。認知行動療法の公的保険適用が拡大し、都市部だけでなく地方でも専門的な心理療法が受けられるようになっています。一方で、精神科医の人数が人口10万人あたり24人と欧米平均に比べて不足しており、地域格差が残ります。スティグマ削減の啓発キャンペーンは毎年実施されていますが、効果測定が十分でなく、具体的な数値目標の設定が求められています。以上で、心の病を取り巻く理論枠組みから診断基準、神経生物学的メカニズム、治療法、社会課題、政策までを総合的に見てきました。大切なのは、生物要因、心理要因、社会要因が相互に影響し合うことを常に意識し、患者一人一人に合わせた柔軟な支援を提供することです。本校では、先に提示した理論枠組みを踏まえ、実際の臨床現場における統合アプローチの具体例と、そこから見えてくる課題と展望について検討します。まず、統合失調症の早期介入プログラムとして日本国内で施行された早期発症支援ネットワークの事例を紹介します。このプログラムは大学病院の精神科と地域保健センター、ピアサポート団体が連携し、初発患者の診断から半年以内に多職種チームによる包括的評価を実施します。評価項目にはドーパミン作動性の画像診断、認知機能バッテリー、生活機能自己評価尺度、家族ストレス測定が含まれ、これらのデータをもとに個別化された治療計画が策定されます。薬物面では第一世代抗精神病薬の副作用リスクを考慮し、第二世代薬剤の低用量投与と併用して、認知行動療法のセッションを週2回実施します。認知行動療法では幻覚に対するメタ認知再構築訓練と妄想に対する現実検証演習が中心となり、患者自身が思考過程をモニタリングできるようになります。結果として、介入開始から1年後の再発率は従来の単独薬物療法に比べて3割程度に低減し、社会復帰率も優位に向上したと報告されています。次に双極性障害に対する統合管理モデルを取り上げます。近年、リチウムや炭酸バルプロ酸が標準治療とされましたが、薬物耐性や副作用が問題視されるケースが増えています。そのため、ドーパミン受容体部分作動薬とセロトニン、ノルアドレナリン再取り込み阻害薬の併用が臨床試験で検証されています。さらに、生活リズムの規則化を目指したインターネットベースの睡眠衛生指導も併用され、患者はスマートフォンアプリを通じて就寝時間や起床時間、光刺激管理を記録し、人工知能が個別最適化されたフィードバックを提供します。認知行動療法では感情調整スキルトレーニングが重視され、怒りや不安が高まった時に呼吸法と身体感覚への注意転換を行うことで急性そう状態のエスカレーションを防止します。週1回の集団セッションと月1回の個別フォローアップを組み合わせ、患者と家族が共同で危機対応計画を作成します。この包括的アプローチにより、過去5年間の追跡調査では入院回数が平均2回から0回へと減少し、自己効力感尺度の改善が顕著に観察されました。うつ病に関しては、炎症仮説に基づく新たな治療戦略が登場しています。
血液中の C 反応性タンパクやインターロイキン6の上昇がうつ症状と相関することが示され、抗炎症薬と抗うつ薬の併用が試みられています。具体的には非ステロイド性抗炎症薬を低用量で投与し、同時に選択的セロトニン再取り込み阻害薬を使用することで、炎症性サイトカインの抑制と神経可塑性の促進が同時に達成されます。また、オメガ3脂肪酸を豊富に含む食品摂取を推奨し、腸内細菌草むらのバランス調整が精神状態に与える影響を評価する試みも行われています。栄養士と心理士が共同で、食事と気分の日誌を作成し、患者が食事内容と感情変動を可視化できるよう支援します。この多面的介入は、従来の薬物単独治療に比べて寛解率が 15% 向上し、再発予防にも寄与すると報告されています。以上の具体例に共通するのは、生物心理社会モデルを実践に具現化した点です。身体の面では脳内の物質や炎症の指標を調べ、心の面では考え方や行動スキルを身につけ感情をコントロールする訓練を行い、社会の面では同じ悩みを持つ仲間との支え合いや仕事への復帰、住環境の調整を組み合わせます。この3つの層を組み合わせた仕組みは、一人一人の状況に合わせて柔軟に変えることができ、限られた医療資源を効率的に活用することにつながります。次に、国の政策としての取り組みについて考えてみましょう。日本の精神保健福祉法は最近大きく改正され、地域で生活を支える仕組みの中に精神保健の専門家を配置することが義務付けられました。具体的には各自治体にコーディネーターを配置し、診断からリハビリ、社会復帰まで途切れない支援の流れを作ります。さらに、保険適用範囲が拡大し、認知行動療法や作業療法、音楽療法といった薬を使わない治療も公的資金で利用できるようになりました。これに合わせて大学などの教育内容も見直され、心理士や福祉士の実習時間が増え、現場で使える実践的スキルを身につけやすくなっています。しかし、まだ課題は残ります。特に地方では専門医が不足し、都市部との格差が深刻です。これを解決するために遠隔医療の導入が急務です。例えばビデオ会議を使って離れた場所から診断したり、オンラインで認知行動療法のセッションを行ったりすることを日常化し、患者が自宅から安全に専門家の指導を受けられる環境を整えます。その際、プライバシー保護のためにデータの暗号化や匿名化を徹底し、情報漏洩リスクを最小限に抑えます。また、偏見をなくすための活動は情報提供だけでなく、体験型ワークショップや芸術を通じた感情共有の場を作ることが重要です。全国の大学で行われた心の声プロジェクトでは、精神疾患を持つ学生が自らの体験を映像や詩にして一般の人と対話する機会が提供され、理解が深まり偏見が減少したと評価されています。将来の展望としては、遺伝子情報と環境影響を組み合わせた個別化精神医学の実現が期待されています。遺伝子解析により特定の受容体や輸送体の変異がリスクになることが分かりつつあり、その情報をもとに最適な薬剤と投与量を決定する試みが進んでいます。さらに、脳波をリアルタイムで測定し機械学習と組み合わせて感情状態を即座に検知し、必要に応じてリラクゼーション音楽や呼吸ガイドを提示するウェアラブルデバイスの開発も進められています。これらの技術は症状を早期に発見し対処することを可能にし、長期的な生活の質維持に大きく貢献すると期待されています。最後に現場での実践的提案をまとめます。第一に診断時は最新基準に基づいた多角的評価を行い、症状の重さだけでなく生活への支障や支援者の有無を総合的に判断します。第二に薬物治療は効果がある最低限の量にとどめ、副作用を定期的にチェックしながら心理的サポートや社会的支援と組み合わせます。第三に治療計画は患者本人と家族、専門家チームが共同で作成し、具体的で測定可能な目標を設定します。第4に退院後のフォローアップは地域担当者が中心となり、
定期的な訪問や電話相談を組み合わせて再発サインを早期に発見し迅速に対応します。第5に偏見対策として学校や職場でのメンタルヘルス教育を制度化し、誰もが基本的な知識を学べるようにします。このように診断、治療、社会支援、政策という4つの層が互いに連携することで、精神障害を抱える人々が充実した生活を送れる環境が整います。ここで述べた統合アプローチは、今後の治療と政策の両面で指針となるものです。次回からは実際の事例を通じて、各専門家がどのように協力し患者中心のケアを実現するかをさらに深く掘り下げていきます。それでは、具体的な3つの事例を見て、診断から治療、社会復帰までの流れを詳しく検証します。第1の例は20代の女性で、統合失調症が初めて現れたケースです。彼女は大学入学直後に幻覚や妄想が現れ入院しました。評価の結果、症状が重いだけでなく支援者がほとんどいないことが判明しました。そこで医師、心理師、作業療法士、ソーシャルワーカー、地域ケースマネージャーによるチームを編成し、少量の抗精神病薬を使用し副作用を毎週チェックしました。同時に認知行動療法の基礎を学び、幻覚が現実かどうかを確認する訓練や日誌による自己管理を取り入れました。作業療法士は日常生活動作を細分化して練習し、自己管理能力を高めました。ソーシャルワーカーは家族への教育を行い、家族のストレスを軽減して支援体制を強化しました。退院後は地域の仲間グループと連携し、週1回の対面ミーティングとオンラインフォローを組み合わせ、再発兆候を早期に発見できるようにしました。その結果、退院後1年間の再入院はゼロとなり、大学復帰率は8割に達しました。第2の例は45歳の男性で、双極性障害の1型です。長期間にわたりうつ状態とそう状態を繰り返し、仕事に支障が出た段階で受診しました。診断では最新基準に沿ってエピソードの頻度や期間、生活への影響を多角的に評価しました。薬物療法では気分安定薬のリチウムを使用し血中濃度を個別に調整。軽度の不安には少量のセロトニン再取り込み阻害薬。睡眠障害には短期間の非ベンゾジアゼピン系睡眠薬を併用しました。心理的支援として認知行動療法に加え、家族向け危機介入プログラムを実施し、家族全員が症状サインに気づけるよう訓練しました。また職場復帰のために会社担当者と連携し段階的な復帰計画を立てました。特にウェアラブルデバイスで心拍変動や皮膚電気反応をリアルタイム監視し、異常パターンが出た際に自動で呼吸法ガイド音声が届く仕組みを導入しました。半年後の調査ではエピソード頻度が前年の半分に減少し、労働時間維持率は7割を超えました。第3の例は60歳の女性で、大うつ病性障害です。慢性的な痛みも抱え薬が効きにくいことが問題となっていました。従来の抗うつ薬だけでは効果が薄く、治療抵抗性うつ病と診断されました。そこでチームは段階的に治療を強化する統合モデルを採用しました。第1段階で炎症指標と腸内細菌を解析し、炎症が強く腸内環境が乱れていることが判明しました。これを踏まえ少量の抗炎症薬とプロバイオティクスを併用し炎症抑制を目指しました。第2段階では認知行動療法に加えマインドフルネスによるストレス低減プログラムを導入し、注意の向け方を調整できるよう訓練しました。第3段階として専門家指導の下で有酸素運動と筋力トレーニングを週2回実施し、体を活性化させ脳の栄養因子増加を促しました。さらに地域ボランティア団体と連携し園芸や手工芸などの社会参加機会を提供し、孤独感を減らし自己肯定感を高めました。12ヶ月後の評価ではうつ評価尺度が3割以上改善し、生活の質も著しく向上しました。これら3つの例から共通するポイントは4つあります。第1に診断時に多層的評価を行い個別リスクをまとめた計画を作ること。第2に薬物治療と心理社会的支援を途切れなく統合すること。第3にテクノロジーを活用しリアルタイムで状態を監視しフィードバックする仕組みを導入すること。
第4に地域資源や仲間の支えを組み込んだ長期的フォローアップ体制を構築することです。次に今後の研究課題についてです。遺伝子情報と環境影響の相互関係を数値化する統計モデルの構築、人工知能を用いた症状予測精度の向上、介入による経済的影響の長期評価が挙げられます。特にゲノム編集技術の倫理的側面と個人情報保護法との整合性を考慮しながら、個別化精神医学をどのように実装するかを明確にする必要があります。政策面では遠隔医療インフラを全国に広げ、地方自治体への財政支援を行うことが不可欠です。具体的にはオンライン診療の保険適用拡大と遠隔認知行動療法の標準手順書作成が求められます。また福祉士や心理士の資格取得支援を充実させ、地方への専門家配置奨励金を導入すべきです。さらに学校教育でメンタルヘルス授業を必修化し、若年層が早期に対処できる体制を整えることで症状悪化を防げます。最後に実践的チェックリストを提示します。1つ、診断時に症状、機能、社会支援の多角的評価ツールを必ず使用すること。2つ、薬物選択は遺伝子特徴と副作用リスクを考慮し最低限の量から開始すること。3つ、心理社会的支援は患者の価値観や生活様式に合わせたプログラムを提供すること。4つ、テクノロジー活用時はデータの暗号化と匿名化を徹底しプライバシーを保護すること。5つ、地域連携では仲間グループ、就労支援、住宅福祉を横断的に結びつけ包括的ネットワークを構築すること。6つ、評価は短期的改善だけでなく長期的生活の質、社会参加度、再発率を指標に定期的に見直すことです。ここで示した統合アプローチは、個々に合わせた医療と公共政策が互いに補完し合うことで、精神障害を抱えるすべての人に尊厳ある生活と社会参加の機会を提供できる土台となります。今後は根拠の蓄積と技術革新を通じて、患者中心のケアがより精密に、そして普遍的に実現されることが期待されています。この議論をさらに深めるために、M. クリング氏が提唱した感情認知理論の歴史的意義について触れます。クリング氏は1970年代後半に感情経験と認知評価が相互に影響し合う仕組みを実証的に解明しました。特に統合失調症患者に見られる感情平板化、すなわち感情の起伏が乏しくなる状態の測定手法を開発しました。この研究は最新診断基準に感情反応を取り入れる理論的根拠を提供し、臨床で広く使われる評価ツールの基礎となりました。クリング氏の考え方は後に生物心理社会モデルへと広がり、脳内化学変化と社会的ストレスが感情処理に与える影響を多層的に分析する土台を築きました。次にドーパミンとセロトニンの働きについて最新の神経科学研究を見ていきます。最近の研究では、脳活動を画像で捉える PET 技術により、統合失調症の陽性症状、すなわち幻覚や妄想は前頭皮質でドーパミンが過剰に放出されていることと関連していることが分かっています。一方、陰性症状や認知機能低下はドーパミン受容体感度の低下と関連しています。うつ病の場合、セロトニン合成酵素の遺伝した陽性が治療反応と強く結びつくことが報告され、個々の患者に合わせた選択的セロトニン再取り込み阻害薬の投与指針が作られています。これらの発見は、薬物治療において単一の神経伝達物質だけでなく、複数の物質をバランスよく調整する必要があることを示しています。感情と認知の研究は認知行動療法の新たな可能性を広げました。例えば思考記録と同時にリアルタイムで脳波を測定しフィードバックを組み合わせたハイブリッド認知行動療法プログラムがあります。このプログラムは統合失調症の妄想強度を統計的に優位に減少させる効果が臨床試験で確認され、患者が自律神経指標である心拍変動を自ら調整する訓練と並行して歪んだ考え方を修正することで、症状の再発リスクを長期にわたり抑制できると期待されています。また、精神障害に対する偏見軽減の取り組みとして地域密着型、共感教育、プログラムが注目されています。
精神保健福祉士が中心となり、学校や職場で障害を持つ当事者が体験を語る場を設け、偏見を減らすことを目指します。このプログラムが実施された地域では、偏見測定尺度の平均点が3年間で 15% 改善し、精神科受診時期が早まる結果が出ています。さらに回復モデルに基づくセルフヘルプグループは、患者が自己決定力を取り戻し生活技能を再習得するプロセスを支援し、再就職率向上につながっています。政策面では精神保健サービスを全国均等に受けられるよう、精神医療ネットワーク構築法案の議論が進んでいます。この法律は遠隔診療プラットフォームの標準化と地方自治体への財政支援枠組みを明確にし、精神科医不足地域でもオンライン診療が利用しやすくなることを目指します。また精神保健福祉士の配置基準を人口10万人あたり2名以上に引き上げ、研修制度を充実させ資格取得奨励金を支給することで専門職の地域配置を促進します。将来の研究課題としては、遺伝子と環境の相互作用を数値化する統合統計モデルの開発が急がれています。全ゲノムシーケンスと生活史データを組み合わせ、機械学習で個別リスクスコアを算出し、予防的介入時期を最適化して早期に心理社会的支援を提供する方法が提案されています。また人工知能を活用した症状予測システムは、電子カルテとウェアラブルデバイスから得た時系列データを解析し、再発兆候を数時間前に警告して急性期入院を回避する可能性が示されています。最後に実践例として北欧諸国の統合型精神保健センターモデルを紹介します。このセンターでは精神科医、臨床心理士、作業療法士、ソーシャルワーカーが一体となりチームで治療計画を立て、患者の生活全般にわたる支援を提供しています。主要な運営指標として患者満足度、再入院率、社会参加指数が設定され、3年間の追跡調査で再入院率が3割減少し、社会参加指数が20ポイント向上したという成果が報告されています。日本でも同様の多職種共働け体制を地方自治体と連携して導入すれば、地域格差をなくし質の高い精神医療を広げることが期待できます。以上の議論は、感情認知理論の歴史背景、神経伝達物質の最新知見、テクノロジーと心理社会介入の融合、スティグマ軽減と回復モデルの実践、政策枠組みと将来の研究方向を包括的に網羅し、精神障害治療の次世代ビジョンを提示するものです。